トップラインの森田です。どうもです。イエイ。材質が、じゃあこのバネの良さを出すには、はい、皆さんこんにちは、ノリスケオートワークスです。今日は角のジョイナスに来ております。そして、なんと、トップラインの森田に来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。トップラインの森田です。どうもです。イエイ。で、森田はいつもパーツを持ち歩いているらしく、持ち歩いてます。カバンの中に化粧品の他にいろいろパーツが、ライトパーツが入っていると。はい。ということで、今日はですね、こちら、このトップラインさんの AST スプリング 27mm、はい、こちらをお借りして、ちょっと私の車につけて、フィーリングをチェックしてみようかなと思います。楽しみ。この AST スプリングなんですけども、一応今5種類出てるみたいですね。はい。スーパーソフト、ミディアム、ハード、スーパーハード。はい。というところで、まあ、巻き数がみんな異なるんですが、はい、基本的なこれ材質は5種類一緒で巻きを変えてるイメージで合ってます。合ってます。はい。で、これ特徴としては材質がステンレスを使ってるみたいなので、はい、ちょっと線形が太くてもしなやかに使えるっていうのが多分いいとこかなと思います。はい、この上と下、これ両側が線管密着になってるんで、これがまあ入力が早いのかな。正解です。両端線管密着になってるので、初期レスポンスはいいですね。ここに見たことあるボディ。チームトップラインの今、ヤングリーダーをやってるモッチーっていうドライバーがいるんですけど、モッチー紹介モッチー。はい、モッチースプリングなんて言いますね。はい、モッチースプリング。まずなんかこれモッチーが考案したスプリングで、それをチームみんなでテストして、サンプルの中から選び抜いたのがこれです。いいとこ取り。いいとこ取り。はい。すごい楽しみですね。はい。で、どうだろう、ちょっと乗ったフィーリングとかは森田は分かんないから、はい、トップラインのドライバーと、あと、チームのサポーター、ゆうきくんがいるんで。あ、いますね、隣の机に。ちょっと後で。よかったら彼らに聞いてください。はい、じゃあ彼らに聞いてみましょう。はい。ちょっとこのスプリングね、どんな経緯で、どんなところを狙って開発したのか、トップラインのドライバー、りょうや選手に来ていただきました。お願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ここにコンペティションと書いてあるけど、やっぱコンペティション向けっていう形で作った感じですか？線形もちょっと太い分、1.3 になるんですかね。に太い分、やっぱり少しレーシングな感じで、ハード、ミディアム、ソフトで、最初トップラインのモッチー選手が最初テストしていただいて開発に携わったって感じになるんですけど、使ってる感じ、僕が好みで使うのは、まあ、このハードとミディアム。ミディアムをフロントで使ってハードをリアで使うような感じで、普段ドリフトトラックヤッチオさんで走らせてもらってるんですけど、路面のグリップ少し高い状態なので硬いバネで遊んでるような感じになりますね。なるほどですね。そうすると、ここの角なんかは結構路面流度が低い方。ヤチオに比べると少し低い方になるんで、そうしたら少し柔らかい方向性になるんで、まあ、1個落とすような感じで、フロントにソフト、リアにミディアムを最初履いて、どっちかって言ったら線管密着になってるので、初期の入りがすごくいいんで、減水を高めにして、その初期に入ったのを逃がさないように走るようなイメージ。ああ、なるほどね。まあ、バネの硬さ、使うものによって適切な減水をちゃんとチョイスすると。そうですね。ところがセットアップのポイントになりますかね、やっぱ。はい。じゃあ、路面ミューの低いところが、まあ、大体ミディアムとかソフト、スノトリア使ってもらって、ちょっとここ食うなっていうところは、この辺そうですね、少し硬めな方向で狙うといいとこ行くかなって感じ。いいとこ。減水もまあ少し硬めを全部使っても路面ミューでバネだけ変えるだけで変わってくると思うんで。なるほど。スーパーソフト、スーパーハードっていうのがはい、そうですね。もう一段硬いのかもっと柔らかいの2種類が新しく追加されて、その乗った感じかなりソフトとハードも硬さの違いを感じれたので、はい、まあスーパーソフト、スーパーハード5種類もあればもうかなりの領域をカバーできるんじゃないかなということで、そうですね、かなりいいスプリングだなっていう印象でした。はい。で、もう2種類バネがあって、それが S ラインゴールドっていう線形これよりも細くて多重巻き、もう1個が D コンペティションの線形 1.5 ぐらいのものの硬いやつ、スーパーハードよりも硬い
両極端な2つだったのの中間を補ってるようななるほどね。感覚なバネになります。なんとなくね、ユーザー目線で言うと、はい、この領域みたいな、ちょっとね、一段目表なんかだと、ユーザーにとっては分かりやすいな。そうですね。それはちょっとこう、森田社長に、ちょっと、ぜひぜひ。打診してみます。これやっぱ27ミリっていうこのバネ長も、やっぱこだわりの数値なんですかね、これ。ベルトコンバのアルデックスとかの基本的な長さ的に、それが一番高感触というか、春日部レジャーランドさんで走ってるモッチー選手とかも、やっぱそのぐらいのバネでギア尺を低くっていうので、多分結構好んで、この長さになってると思うんですよね。まあ、私のイメージだと、やっぱりその、長い方がこうよく動くけどレスポンスはちょっと遅め、はい、で短いバネの方がやっぱ伝達速度が速くてすぐ潰れて、レスポンスが高いようなイメージがある。そうですね、まあ、簡単に潰れるんですけど簡単に戻りやすいっていうのもあるんで、それをこう転換密着で長さはそのままでも巻き数多くみたいなちょうどいいバランスを取ってるようなイメージで捉えてくれた方がいいかもしれないですね。なるほど。じゃあこのバネの良さを出すには減衰ちょっと高めっていうのはポイントですね。そうですね。僕のセットだといつも減衰は高めに設定してトップラインの鉱物の 1mm4 欠の35番基準にバネだけを入れ替えてるような形になります。わかりました。今の教えていただいたポイントを踏まえつつこのバネを有効に使っていただければと思います。良也選手ありがとうございました。さて試乗に行ってみましょう。はい、では AST スプリングソフト行ってみたいと思います。あ、もう出だしから違う。なんだろう、思ったほど柔らかくない。粘りがある感じ。あとなんか前入ってたスプリングが柔らかかったから同じぐらいかなと思ったけど、多分それより硬いかもしれない。それでもちゃんとコシがあって荷重移動した後に耐えてくれる。変な動きしなくていいですね、これ。柔らかいって言ってる割にはやっぱすごい照り感もある。車も素直にロールしてる感じかな。いいですね、これ。アクセルのオンオフを激しくしてもそんなに車が暴れないし、やっぱソフトっていうだけあって荷重がちゃんと残ってくれる感じ。ああ、いいですね。ソフトなんで荷重をちゃんと残しつつも蹴り感がある感じ。そんなイメージのスプリングです。ミディアムいってみます。もう出だしからなんか違うな、これ。ダイレクト感がすごくある。車がすごく操作に敏感に反応する感じ。いやー、さっきよりちょっと機敏になった感じはするけど、その分操作が少しだけピーキー。でも硬い感じはしないよ。す
ごい反発があるんだけど、荷重を溜めてるときは溜めれる感じのイメージかな。なんか抜けがない。だからパキ振りもすごくしやすい、このミディアム。ちょっと大きく振ってみるけど。横グリップも悪くないですね。さっきよりグリップが上がってる感じがするな。これでも曲がっていけるね。筒をポーンって投げても自然に止まってくれる。角度つけた侵入はさっきのソフトにこっちのミディアムの方がやりやすいかも。はい、ミディアムこんな感じです。じゃあハードスプリングいってみよう。めちゃめちゃ蹴るよ。なんか常に路面蹴ってますって感じ。あ、こちら側です。なんか昔でしたレイブリーのハードスプリング似てるかな。硬い、多分硬いから蹴るんだろうけど、すごいね、明らかに加速が上がった。こういう立ち上がりも明らかに速いよね。ただ手時間、アクセル入れたときはすごくいいよ。ただ、今の僕のショックだと、ちょっと減衰が柔らかいかもしれない。でもせっかく溜めれた荷重がちょっと抜けちゃってるかな。いやー、めちゃめちゃ角度つけてもやりやすい。ただ、アクセルのオンオフに対して車がちょっと動く。だから、減衰を固めてやった方がいいかな。さて、3つのスプリング試乗してまいりました。もともとついてたスプリングはこちらなんですけども、旧巻きで線形が1ミリのもの。で、それに対して、今回試させてもらった AST スプリングのソフト。でミディアム、ハードとなります。こうやって触ってみると、やっぱ前つけてたスプリングのがまだこのソフトよりも柔らかいぐらいのスプリングなんで、私の感覚としてはこのソフトをつけても今までより硬くなったなという印象でした。ただこの中だと私はこれが一番乗りやすかったです。今までつけてたバネよりもちょっと硬いんで若干蹴り感が上がりつつも、やっぱね荷重の乗り方がすごく分かりやすいというか、荷重を溜めたまま走れるというか、そんな印象でした。ミディアムになると、ちょっと硬めだなという印象で、ハードはかなり蹴り感がやっぱ強いんですけども、このアクセル操作に対してすごくちょっと車が敏感になっちゃうようなイメージでしたね。で、今回私ダンパーの減衰を変えずに走ったんで、この辺はすごく合ってたかもしれないですけども、ちょっとハードなんていうのはもうちょっと減衰力上げてやらないと本領発揮できなかったのかなっていうふうにもちょっと思ってます。で、私の感覚論なんですけども、ここ角のジョイナス黒い P タイル、路面ビューが低いところだと、そういったところにはこのソフト、
もしくはちょっと今回試さなかったですけども、スーパーソフトなんかが結構合うのかなっていう個人的な印象ですね。もうちょっと路面ミューの高いコースに行った場合には、このミディアム、ハードっていうのが本領を発揮してくるかなと思います。ただ、このスプリングの強さに対して適切な減衰力を発揮できるダンパーをつけてないと本領を発揮できないような気がします。あともう一つはですね、このスプリング、もともと私のやつ 32mm なんですけども、こちらが27ということで、この辺も結構入力が早いというか、バネがすぐ仕事してくれる感じになるので、この辺も好印象だったかなというふうに私は思ってます。あとはやっぱこの上下が線間密着。これがまた効いてるんですかね。結構入力が早いっていうことは車の動きも素直に動いてくれるので、すごく乗りやすかったですね。機会があればスーパーソフトもちょっと試してみたいなと思います。結構動きが出るスプリングかなというふうに思いますので、皆さんぜひ気になった方は試してみてはいかがでしょうか。はい、本日の動画は以上となります。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。